今日は自己紹介で年齢や誕生日について話す時のフレーズを紹介します。日本語と英語とインドネシア語の字幕をつけて見ることができます。また、パトレオンにはスクリプトもあるので、スクリプトを見ながら勉強したいという人はパトレオンの方にも参加してください。年齢は大丈夫だと思うんですが、誕生日に関しては日本とインドネシアとアメリカと全て書き方が違うので、これは覚えないと読むときも書くときもそうですが、話すときもなかなか伝わりづらくなってしまうので、気をつけて覚えていきましょう。梅田康平と申します。愛知県出身です。年は28歳で、誕生日は8月1日です。まず、年ですね。私は28歳です。私は28歳です。数字に年を合わせて言います。普通の数字の数え方と年の言い方は違います。例えば、10は10歳、20は20歳、28は28歳。このような形で、普通に数字を言うときと年を言うときは全然違います。これは覚えるしかないので、頑張って覚えてください。20歳に関しては20歳と言っても全く問題はありません。ただ、28歳の時に28歳というと、少しだけって思うかなと思います。大きく問題はないし、聞いている分には間違いないんですが、試験を受けたり、正しく日本語を話したいという人はしっかりと覚えた方がいいと思います。年齢の言い方、28ですということもできます。年はいくつですか？ 28 です。これも大丈夫です。ですが、仕事とか面接とかの自己紹介ではあまり良くないですね。丁寧ではありません。あまり堅苦しくない場面では言ったりします。私も友達と話したり、そんなにフォーマルじゃない場所、そういったところでは、今いくつですか？今28ですって言ったりします。ただ、面接だったり、他の会社の人と話しているとき、食事をしているときに、年はいくつですかと聞かれたときは、必ず28歳ですと言うようにしています。このように言うことで、丁寧な印象もあるし、正しく日本語が使えている、そんな印象も与えることができるので、これはぜひ気をつけてください。次に、このフレーズを使ったら上手だなと思われるものを紹介します。8月で29歳になります。8月で29歳になります。意味はわかりますか？これは、まだ28歳だけど、次の8月で29歳です。こういった文章ですね。例えば、面接の時。面接の時は、まだ28歳。だけど、もし合格をして、日本に行く時は8月を過ぎているから29歳か。と思うと、今の年も大切ですが、日本に着いた時の年も大切かなと思います。そういった時に8月で29歳になります。というと、今の年も日本に来た時の年もわかるので、親切な自己紹介になるかなと思います。ただただ28歳ですというより、誕生日もわかるし、次の年もわかったりするので、いろんな情報があって会話がより広がると思います。日本人だけの考え方なのかもしれないんですけど、今は何歳かではなく、今年何歳になるかで同じ年かどうかを判断することが多いです。なぜかというと、学校が始まるのが4月からなんですね。なので、例えば今年2025年の4月から2026年の3月までに誕生日がある人はみんな同い年、同じ年という感覚を持っています。もし今28歳で29歳だとしても、来月29歳になります。だったら、これは同じ年です。この学校が始まって次の年になるまでの4月から3月の間で誕生日を迎えて同じ年になるのであれば、それはもう同じ年と日本人は考えるので、まだ誕生日が来ていない人はこのように答えるといいかもしれないですね。特に年が近いかなと思う人に対して、年が近かったら嬉しいし、いろんな話ができるので、何月で何歳になりますっていうことが多いです。次に、誕生日です。誕生日は8月1日です。誕生日は8月1日です。シンプルですね。誕生日は何月何日です。日本の日付は年、月日の順番です。年、月、日の順番で言います。生まれた日のことを生年月日と言いますね。あれは生まれた年、月、日
の漢字で生年月日となっているので、その呼び方になっています。面接の時は、年はいくつですかではなく、生年月日はいつですかと聞かれることが多いです。誕生日だけ聞くことはあまりないですね。改めて今日勉強したフレーズ、そしてこれまで勉強した自己紹介について練習をしてみましょう。皆さんは自分のものに変えて言ってみてください。そしてこの年と誕生日を一つの文章で言うときは、年は28歳で誕生日は8月1日です。こう言ってください。これはそのまま数字を変えるだけで大丈夫です。これを使うと一つの文章で言うことができるので簡単だと思います。では改めてこれまで勉強した自己紹介、そして今日勉強したフレーズ言ってみましょう。皆さんは自分のものに変えて言って練習してみてください。梅田浩平と申します。愛知県出身です。年は28歳で誕生日は8月1日です。よろしくお願いします。今日勉強したフレーズは、私は28歳です。8月で29歳になります。誕生日は8月1日です。これをまとめて、年は28歳で、誕生日は8月1日です。これは日常生活、面接、どちらでも大丈夫です。自己紹介の時の年、誕生日のフレーズを勉強することができました。ぜひね、数字変えるだけなので、自分の誕生日を使って練習をしてみてください。年はね、非常に大切です。日本でも質問されることが多いので、このフレーズは覚えてください。次は自己紹介で仕事の話をする時のフレーズについてお話をします。チャンネル登録をして、また次の動画を待っていてください。字幕をつけて見ることができます。字幕を見ながら聴解の練習をすることもできます。また、Patreon ではスクリプトの方をダウンロードすることができます。スクリプトを見ながら新しい言葉とか自分の会話の練習とかいろいろすることができるので、ぜひ Patreon の方にも参加してください。それでは今日の動画がいいと思っていただけたら、いいねとチャンネル登録とコメントといろいろしてください。友達にもシェアしてもらえると嬉しいです。皆さんからのコメントお待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。